ちは。今日はダナンにやってきてホイアン観光です。ホイアンはベトナム中部にある海沿いの都市です。世界遺産の古い街並みとランタンの美しい街です。旧市街にはタクシーは入れないので、ここで降ろされます。テク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 。すぐ近くにホイアン市場があります。市場を見ながら旧市街をブラブラしに行きましょうか。市場には食品以外にもいろいろと売っています。とてもにぎわっています。タクシーを降りたすぐ近くにゴールドショップがあり、ここは結構レートが良かったです。ここに来る前にココナッツボートを乗ったのですが、そこで現金がすっからかん。ベトナム意外と現金主義。空港で両替がなく困ってました。昨日はミーケビーチ近くのダリソンホテルに泊まったのですが、ホテルでも両替できず、近くにあった唯一のゴールドショップはレートが悪すぎて、旧市街にはたくさん両替所があるということで、レートのいいゴールドショップを探していたんです。この後旧市街にある両替できるとこいくつか紹介しますが、ホイアンで両替って方はちょっと外れですがおすすめです。テク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 。はい、この辺りが旧市街のエリアです。ここが民族博物館です。ホイアン旧市街の訪問に団体客は昨年から入場料がかかるようになりました。寺院は施設入場料で済みます。ホイアンの観光スポット22カ所のうち5カ所を選んで入れるチケットがあるんですが、民族博物館はその一つです。ランタンの街、ランタンがたくさん売っています。こんな可愛い飾りも。旧市街エリアにはおしゃれなカフェがたくさん。服や雑貨店もたくさんあります。思わずランタン買っちゃいそうな気分。テク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 。こちらが中華会館です。今回は私はチケットを買わず、夜のランタン祭りまでホイアンを楽しみたいと思います。ここは華僑の集会場です。ホイアンにはいくつか会館がありますが、最も早いうちに建てられました。奥には航海の神様が祀られています。確かに入り口の青い壁もですが、中華っぽい装飾がされています。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はベトナム旅行12日間の後半戦です。ハノイからダナン、そしてホイアンと来ています。野外活動部は今、毎週火曜20時から今回の旅行いろんなとこを紹介しています。ぜひ楽しんでください。せっかくなのでお参りしていきましょう。天候が高れ。正面には立派な神棚があります。金と赤で豪華ですね。なかなか立派な神社です。床も素敵です。ここは昔中華系の人たちの学校として使われていました。これが学校の名残です。入口には写真が。偉い人なのかな。横にも写真が並べられています。では次のところに向かいましょう。テク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 。こちらが福建会館です。こちらは有料の施設になりますが、結構中は見えちゃいます。こちらも華僑の人たちの集会場および寺院になります。はい、こちらは貿易当時博物館です。こちらも有料施設になります。別名海のシルク道路博物館と言われてます。古い陶器や陶磁器、貿易船の模型などが展示されていて、慰安と日本が深く関わっていたことを知ることができます。さすがにランタンのお店がいっぱいですね。こちらも両替ができるようです。土産屋さん、ちょっと入ってみますね。ランタンはホイアン土産の人気の一つです。小さなものだと2万ドンぐらいで買えます。食器類も結構売られています。陶器の村バンチャンに行ってきたんですが、そこで売っていたような食器も売っていました。このような茶器もいっぱいです。テク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 。はい、こちらはオンボイ共同住宅です。なんだか広々していますね。こちらは無料の施設です。狛犬さんらしき象が迎え入れてくれてます。こちらは貿易が盛んな頃、忙しくしていた人々が生活していた場になるようです。
お寺のようですね。こちらはこのように塔の像がいるためオンボイと呼ばれるようになったらしいです。ここは政治的、文化的、社会的活動が行われる場でもあり、礼拝や宗教儀式が行われる場でもあったのです。今は一見お寺のようなんですね。中も広々しています。建築様式も見どころで、細部まで洗練された建築装飾も見どころです。観光施設の案内地図が貼ってあります。テク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 。こちらはトランファミリーチャペルです。こちらは有料施設です。入り口は狭く壁に囲まれています。庭には果樹などいろいろな木が植えられています。ホイアンお土産の一つ、オーダーメイドの洋服があり、なのでこのようなマネキンがたくさん立っています。水上劇場のようなお人形が並んでますね。屋台が出ていたり、ハスの植木鉢、古い街並みなんですが、なんだかおしゃれなんですよね。ベトナム旅の後半なので、そろそろ真面目にお土産探しをしたいところです。ここ旧市街はちょうどいい感じですね。ハノイ旧市街のナイトマーケットも安く服は買えましたが、こっちの方が質は若干いいです。ちょっと変わったランタンがある。いろんなところにこんな風にお花がいっぱい咲いてるんですよね。とっても綺麗。木の自転車、木工細工屋さんですね。このようにハノイ旧市街では見かけなかったような雑貨屋さんもちらほら。おっと中に入るとこんな感じの映えスポット。もちろん施設チケットを買って観光するのもいいですが、この素敵な街並みをブラブラするだけでも楽しいです。ほら、ここもとっても綺麗でしょ。こちらがインフォメーションセンターです。こちらには有料ですがトイレがあり、施設入場チケットもここで買うことができます。その前にはちょっとした広場があり、旧市街カフェはたくさんあるんですが、こんな感じの普通のベンチがない、ちょうどいい休憩スポットです。また旧市街はトイレには不自由します。先ほどのインフォメーションの有料トイレやカフェに入っていくしかありません。こんな奥に入ってもおしゃれなんですよね。どのカフェもおしゃれでどこに入るか悩んでしまいます。もっと店内見たいんだけどって店員さんに言えば注文しなくても見学はできますよ。地図にはないけどお寺っぽい。ここは何だろう。アートギャラリーですね。ハスの花が綺麗に咲いています。暗黒のお花がいっぱい。ふらっと入っていこうとしたら撮影禁止でした。こちらのギャラリーは寺っぽい雰囲気なんですね。素敵な門構えです。テク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 。さらにブラブラしているとクアンコン廟に到着。こちらは入場無料の施設です。門が立派ですね。中に入っていきましょう。ここ旧市街の施設の中では日本橋に次ぐ古い施設です。今まで見た中国会館や福建会館の中にもお寺はついてましたが、華僑の人が集まり談笑するところでした。こちらは会館でなくお寺になります。ここは中国武将関羽を祀るお寺になります。関羽は三国志に登場する武将で、信仰の対象になった唯一の武将なんです。武将の神でありますが、商売の才能があり、商売繁盛の神としても祀られています。左には側近の周宗将軍、右には養子の寛平像も祀られています。面白いのが祭壇横に馬がいて祭壇を守っています。ここは無料施設の中で一番見応えがありました。テク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 。クアンコン廟のすぐ横には名橋河川堂です。こちらも入場無料です。黄色い門が印象的です。明の撲滅後17世紀に移住してきた人の集会場です。
この辺りは中国人の集会場がたくさんあります。そしてほんとすぐ真横にこちら海南会館があります。こちらは有料施設です。こちらは海南出身者向けの会館になります。ホイアン近海で殺害された108人の海南出身者の鎮魂を目的した建物です。先ほどタクシーで降ろしてもらった後に戻ってきました。こちらはオーダーメイドのお店がたくさん入ってます。チャンフー通りには両替するところがたくさんあります。でも見てもらってわかるように先ほどの両替場が一番安いですね。テク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 。ちょっと疲れてしまったのでカフェに入りました。すごくおしゃれな建物なんです。注文したらお店の中をうろうろしてみましょう。今日は結構暑くて喉が渇いた。冷たいものがいいですね。結構種類が豊富ですね。食事メニューもあるようです。先ほど言ったようにトイレ行きたいとカフェに入るしかなくなるので休憩もしたし、ここは飲み物だけにしておきましょう。では店内散策としますね。こちらには中庭があります。ランタンが可愛いですね。店内はこんな感じ。すぐに飲み物来ちゃいました。まるで額縁のよう。2階に上がっていいよと言ってくれたので見に行ってみます。素敵な店内ですね。屋根の感じもいい味出してる。これは2階に上がらないと見れない感じですね。上から通りを見るとこんな感じ。ホイアンの街並みがよくわかると思います。まだ夜のランタンに火が灯すまで少し時間があるので、もう少しいろいろ見に行きましょう。ちょっと長くなったのでその続きは次回にします。夜のホイアンはとても綺麗でした。お楽しみにしてください。バイバーイ。次回は金曜20時、湯布院の青い温泉です。お楽しみください。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。